聞きになられた通り、現在都市は魔女教徒の掌中にある状態です。迂闊な行動をすれば彼らは容赦をしません。魔女教はわかるけど、私ここに来る前に滞在式をって名乗る人と会ったの。でもその人は色欲じゃなくてフンドって名乗っていて。ええ、ですからこの都市には複数の滞在司教の方々が。旦那様もその一人。レグルスが滞在司教？もしかして銀髪の乙女との結婚式って私のこと？それってつまり私が逃げ出したりしたらブリステラが水の底に。分かっていただけたようですので、今度こそお着替えを。スバル。そのお名前、先ほども口にしていましたね。男性ですか？ええ、私のキスタムなの。哦，对，沉入水底。啊！不行啊，我还想看到他出场啊！他救了486。ブリシラが？他の誰に見える？まさか水路に落ちたか、反乱でもしたとか。その通りですよ、夏木様。不祥このリリアナ、あまりの事態に足の震えが止まらなくて、新作の踊りみたいなありさまに。リリアナ、無事だったか？貴様らが公園を立ち去ってしばらくの後、あの無粋な放送があった。加えて大水門から流れ込んだ水が都市の一切合切を押し流していったのじゃ。是恢复了吗？魔法？どうなされました？啊！这好恶心啊！治癒魔法の効果じゃないよな。声を上げるな。这不是真的是吗？就没有感知的，没有知觉。カペラのやつが俺の足に血を垂らしてた。竜の血だ。竜の血。ルグニカ王家に神竜が授けた3つの司法の一つじゃな。枯れた大地に豊穣を刻まれた滅びに再生をまつろわぬ病を立ちどころに癒し。ルグニカ王国に伝わる神竜ボルクリ虽龙血让他可以就是自愈，就像卡佩拉的能力一样。ふむ、どうやら足以外の傷は治らんと見える。カジュアルに人刺してんじゃねえ。それで他のみんなはどうなったんだ？ガーフィールにビルヘルムさんたち、それにクルシさんは。その方々は存じ上げませんが、不幸中の幸いは这只是一个警告。またすぐ閉じたことです。住民の方々のほとんどは避難所に。色欲を名乗る滞在司教からは新たに3つの要求が突きつけられたようじゃが、ボングはまだ知らぬと見えるな。新たに3つ？そうじゃ。この町に眠るとされる魔女の遺骨に加え、H の書と人工精霊の引き渡し、そして銀髪の乙女との結婚式。さてボングはどう出る？ああ、くそ、負けてられっかちくしょう。やったら意外じゃな。これ式のこと。毕竟他也是大战过鲸鱼、大兔。今度こそ連中をこの年から追っ払う。できるのか？できるできないの話じゃなく、やるやらねえの話だ。気概は悪くはない。
故に褒美を取らせる。お前いきなり何してやんだ。哦，在帮他躲，这是什么东西啊？啊！这太恶心了。どうじゃ見にくかろう。これが今都市に跋扈する醜悪なる劣等よ。いずれも創作者の美醜の感覚が示那这有点小可爱。ふざけの産物。哦，他等于说是建立了空军和陆军，我真是服了。そのありよう実に哀れでならぬ。哦，女王，わらわが引導を渡してやる。帅帅。哦，华丽优雅，而且单手就拿起这么重的剑在这儿耍，很厉害啊，奎萨。この陽剣の輝きと亜獣の存在の放置を貴様の気概への褒美とする。お前の実力。感觉他也不太需要阿尔的保護吧。行くぞボング。わらわの目的は阿尔是去哪儿了呢？その目にもう一つこの都市の現状を焼き付けておくがいい。なんなんだここの空気。ここでもないか。くっそ、こっちまで胸が悪くなってきやがる。所詮凡族は凡族よな。少し当てられただけでたやすく飲まれる。まさかフンドの剣能。共享了，感染了。さっきから何ジロジロ見てやがる。言いたいことがあんなら言え。いい年してイラつく気持ちを表に出すなくせやら。もうやめて。ダメだ。みんな我慢してんだよ。イライラしてんのよ。まずい、このままじゃ暴動になる。たわけ、平静を損なっているのは貴様も同じじゃ。おとなしく聞けボング。ひらめきました。聞いてください。水面に揺れるプリステル。用他们最熟悉的歌声，让他们清醒。啊，好好听啊！ご清聴ありがとうございました。どうもどうも。お恥ずかしいところをお見せお聞かせしてしまい申し訳。お前正気に戻ったか凡族。歌目の功績じゃな。これが今この都市の各所で起きておる醜く無意味な現実よ。貴様この不快な空気をフンドの剣能と言ったな。ああ、フンドの剣能は人の感情をかき回す。不安だらけの避難所は格好の餌食だ。
プリシラ、お前天生的这个克星，说是。それこそが私の本望ですよ。お前が言ってた目的ってこのためにリリアナを連れ回すことなのか？たわけ、わらわはシュルトを探しておるだけじゃ。なんじゃ貴様のその顔は。いや、俺はプリシラ真的有为民着想。プリシラ、お前は？わらわにはやるべきことがある。そうだよな。じゃ、また後でな。助かったぜ。ああ、いいじゃないか。やっぱり君は思った通り白がよく似合うね。ありがとう。浮かない顔だね。君に沈んだ顔は似合わないよ。何か気がかりなことでもあるのかい？艾米莉亚还真的愿意为了大家自己去结婚。着替えの最中彼女に何かあったのかな？恐れながら先ほどのカペラ様の放送の影響かと。放送？ああ、あれか。相変わらずあの肉女の声は耳障りだと思って聞き流していたけど、女の子が初めて聞くと気分が悪くもなるか。嫌だよね。あんな誰からも愛される価値のないガイド女の暴言なんて気にしなくていい。君には僕に愛される顔がある。まだ気持ちは晴れてないか。式を目前にどうすれば花嫁の気持ちを立て直せるかな。到底谁缺爱呀？他反而要这么多老婆，难道不是他自己缺爱吗？ごめんなさい。そうね、ちょっと疲れてるのかも。休んでもいい？なるほど。それは僕の気が回らなかったね。すまない。会場の準備は僕と妻たちで進めておくから心配しなくていい。会場？すぐそばに聖堂があってね。妻たち総出で結婚式の準備をしているんだよ。僕の妻は総勢291人。悲しいことに死に別れた子も多い。残った妻は53人。君を入れて54人ということになる。僕は君も彼女らも平等に愛してみせる。ありがとう。覚えておくわね。いい子だ。ところで思うんだけどさ、花嫁の疲れに気づかなかったのは僕の不手際でもあるけど、一番そばにいてあげた誰かが気づくべきだったと、そんな風に思わないかな？他肯定很多老婆都是这么死的。それじゃ僕は用事があるから別室にいるよ。今のって。他就这么一弹就能弄死一个人。待って、そんなのおかしいわ。今あなたは殺されかけてたのに。助けていただいたことのお礼は言いました。それ以上私に求めるのは権利の侵害では。権利や義務の話なんてしてない。もっと大事な話をしてるの。聖堂にいる奥さんたちもみんなそうなの？みんなレグルスの態度に怯えて小さくなって過ごしてるの？殺されそうになっても黙って受け入れて。そういう夫婦の形もあるというだけです。あなたもそのうちになれますよ。这太扭曲了。結婚って幸せで幸せで幸せな人たちがするんじゃないの？幸せでなくても結婚はできます。旦那様の言葉に従ってください。そんなの変よ。等一下，尤里脸怎么越来越有点崩啊？お前も無事で何よりだ。他のみんなは？都市庁舎の奪還に挑んだ者は君の無事をもって全員生還だよ。ただしミューズ商会が襲撃を受けた。あそこには怪我人も大勢いただろう。ベアトリスはみんな。落ち着きたまえ。今私たちは拠点を都市庁舎に移している。都市庁舎取り戻せたのか？この役立たず！申し訳のしようもない。言い訳してよ。何か理由があって仕方なかったんだって。私を納得させてみてよ。库尔松啊！なんで誰も。戻ったんか兄ちゃん。俺
忘れ物や。見つけてくれたのか。公爵の嬢ちゃんと黒竜とを結ぶのに使われとったんや。ああ、クルシさんはどうなったんだ。生還はした。だが私はクリス様のところにいるから。会わない方がいい。べっぴんさんやったからな。見たら余計に辛いわ。色欲に还能恢复吗？体内に異物が入り込み、それがクルシ様を内側から苦しめている。竜の血。これでよし。冰雪女王。そっか、4つの塔がいっぺんに取られちゃって、それで身動き取れないのね。すぐそばに聖堂があるから、ここは3番街。滞在司教がいっぱいいるなら、どの塔に誰がいるのか分かれば、きっとスバルたちの役に立つはずよね。さ、僕はただ運命の花嫁と結婚式を挙げたいだけなんだ。君たちの動きになんて興味はないんだよ、僕は。ただ水門の解放、あれはいただけない。勝手なことをして僕の花嫁を不安がらせ、幸福な結婚という僕の人生で最も晴れやかな舞台を汚すなんて、僕の権利の重篤な侵害だ。他们更重视自己的权能。君の塔はここからでもちょうどまっすぐによく見える。このくらいの距離なら吹き飛ばすのは簡単だ。何？水門を開けた大声密謀。おいおい、どういう言い逃れなわけ？醜い肉女が。旦那様、今よろしいですか？入りなよ。会場の方、間もなく内装に取り掛かります。ああ、もうそんなに時間が経ったのか。すぐに行くとしよう。危なかった。ここが3番街だから、正面にあるのは1番街の制御塔ね。さっきの話からすると、そこにいるのは色欲の滞在司教。このことをスバルに伝えなくて。他那个电话还在那儿，你是不是可以用啊？率直に聞かせてもらうわ。ベアトリスちゃんは人工精霊やね。不能交出去啊！ベアトリスは人工精霊だよ。ずいぶん素直に話すんやね。敵が誰狙いかって話なんだ。これを隠してたら利敵行為ってやつだろ。利敵行為。せやね。ほんとその通りや。その流れでもう一つ話しておきたいことがある。奴らのもう一つの条件、英知の書についてだ。詳しく聞こか。その本のことだけ何も情報がなくて困ってたんよ。英知の書ってのは魔女教が持ってる福音書のプロトタイプ。元になった完成版って話だ。それは誰から聞いたん？作った魔女に。魔女から直接？本当の話なのか、それは。本気も本気だよ。会って話して騙されてはめられていろいろあった相手なんだよ。で、その英知の書は2冊あったんだが、2冊とも燃えて灰になった。だからもうこの世には残ってないはずなんだ。本が燃えたこと、所以他们在找一个已经不存在的东西。ああ、そうだな。で、最後の一つが銀髪の乙女との結婚式ってわけだ。勘違いメンヘラ野郎ども、何一つあいつらなんかにくれてやれるかよ。夏希くんの言う通りや。魔女教の要求は一個も聞けん。うちは桐高さんから町のことを頼むって託されてん。桐高？行方不明や。せやからうちは答えなならん。貸し借りはきっちりと。それがカララギで商人として立ったうちの教師や。現在町の人たちは全員各所に設けられた避難所にいる。多くの避難所で人々は不安にうつむき、中にはその不安が別の衝動を呼び起こし、危険な暴発を招く場合もある。可能な限り被害を防ぐために尽力はしているが、ダメになった避難所もある。死人も少なからず出る。それを言いよどむんは卑怯やって思わん？アナスタシア様。犠牲は出てる。これからも出る。
大きく救うって決めた以上、小さく削れてくんは避けられへん。一つ考え違いをしてるぜ、アナスタシアさん。大きく救うために小さい犠牲には一个人都不能牺牲。俺は一言も言ってね。またバカなこと言い出して。それやったら相信486的能力。それに白芸の時も犠牲は出たはずや。夏希くんも一発の騎士になったんなら。あの時戦って犠牲になった人たちには覚悟があったさ。だが町を勝手に戦場にされた人たちにその覚悟を問うのは間違ってる。覚悟完了してる奴らは同じ覚悟を迎え撃つべきなんだ。それを常日頃意識して覚悟完了してるのが騎士ってもんだと俺は思う。だから俺は誰も犠牲にはしねえ。一個も手放さねえ。騎士だから譲れねえ。譲っちゃいけねえ。俺はエミリアの騎士だ。エミリアのために戦いたい。けどそれはエミリアのためにって話じゃない。それだけじゃ満足できねえんだ。ユリウス、お前だってそうだろ。贪心鬼，确实呢。死ぬまで視線でカッコつけるさ。エミリアを変態から救い出す。啊，对。レムの記憶を吐き出させる。街中を不安がらせるシリウスを叩きのめして、カペラは土下座させて変身させた人通りに戻させる。非常帅气。我相信486能做到的。我觉得这个可不是完全的大话嘛，毕竟他之前也是积累的非常多，就是打白鲸啊、打大兔啊那些经验。这回他真的就是，我觉得他们是可以扳回一城的吧。电话。哎，是阿尔吗？哦，他捡到了卡佩拉的那个电话吗？为什么电话那端是他呀？难道他们这种大队私教一个个就是都不管好自己的手机的吗？随便乱放。但是我现在就觉得阿尔他身上也有一些疑点吧，他自己本来不是说要去找普利希拉的吗？但是普利希拉身边根本就没有他，所以他到底是去干嘛了呢？而且他又如何拿到了卡佩拉的这个电话呢？我可太心疼库尔修了，明明之前都已经被吃掉了记忆，这一回等于说面容也都毁了。他并不像486一样，就是吸收了龙血之后是得到了这种自愈而且无痛的这种能力吧。过量的龙血应该在他体内里就是产生了一些排斥反应吧，所以就整的就完全像是侵蚀了一样，不知道什么时候能好，还能不能恢复过来。我觉得库尔修应该才是正常的，就是人吸收到龙血的这个状态，所以我也很好奇486他到底身上不知道是不是有一些其他可能本身他就是自己自身能量还有这个魔法因子的，或者说是之前那个魔女因子可能有关系，所以他并不会发生这种排斥的反应。卡佩拉本身应该可能是想害486的这个龙血，反倒是帮助了486获得了腿部可以自愈的这个能力吧。而这么看的话，就是486在开头那一段好像不断下坠，然后那旁边就出现，就是之前应该是在之前季出现过的那个猎狗，还有就是这一季的这个龙，然后他们两股力量好像是在互相的反抗吧，不知道这个是不是就是在预示着486体内的两种力量进行一些就是可能血缘上的争夺之类的。但是话说回来，我觉得应该也不会有这么好的事情让你得到龙血，然后还有自愈的能力，肯定是要付出一些代价的。我也很好奇就它会带来什么样的代价吧，就可能就是在其他方面会阻碍到486。看到现在我也就是对安纳西亚西亚还有普利希拉好感度直线上升吧。就安纳西亚西亚虽然是个商人，但是他也有着他自己的生死观，我绝对不会原谅那些否定生命价值的人吧。而普利希拉这一集也带着莉安娜就是到处去治愈这些被愤怒全能控制的人们，他中间挥舞着他的阳剑那一段也非常的帅气，真的是很有魄力很坚韧的这么一个角色。我也会很想知道他们就是比如说过去的故事或者更多的关于他们的信息吧。这几位王选人都各有各自非常鲜明的特点。那这期视频就结束了，我们下期再见了，拜拜。